なんで私は今ここにいるのかっていうことがなんかちょっと分からなくなったんですよ。なんかもうどうしようと思って、なんか自分何したいんだろう、分かんないやと思って、なんかすごいいろんな限界を感じて、何に使われるとか全くそういう計画もないまま、とにかく旅に出たんですね、ロードトリップに。私の写真集の写真展を行うために大阪に行きます。フォトグラファーの、であり私の友達であるモニカと、他の仲間たちが、みんな設営をしているので、ちょっと中の様子を見に行ってみようかなと思います。行きましょう。めっちゃ破れてるのやばいよね。いや、デザインです。そうだけど好きだから着てる。そういうデザインです。入りましょう。一個ずつなんか違う世界に入ってくるように、ちゃんとフィーリングも色も合わせて、白い世界は白壁で、水の世界は青い壁で、そこにいる感じになるように空間をちょっとずつこう変えてやったりしてます。さっき見たグラデーションの場所、あそこは違うし、あとはその空間が今明るいんですけど、もっと暗くなるんですよ。全ての写真がライトアップされるような感じになるので、多分見え方は全然違う感じになると思う。その当時ちょうどそのダイバーシティっていう言葉が広がっていた時で、そのアメリカの企業とか、そういうエンターテインメント業界が多様性をこう持ってこう人材選びましょうねみたいな、なんかそういう時期だったんですよね。で、私がエージェントと契約して、いろんなスタジオにこう顔見せに行って、で今いろんな話を聞かれて、そういう日々を過ごしていて、こういろんな複雑な気持ちになって、なんか私を見てくれてるのか、ある意味アジア出身で女性であるっていうことだけで私をこうなんだろう呼んでるのか、なんで私は今ここにいるのかっていうことがなんかちょっと分からなくなったんですよ。なんかもうどうしようと思って、なんか自分何したいんだろう、分かんないやと思って、じゃあアメリカの映画に出たいのか、ハリウッドを目指したいのか、本当にそれが自分の夢なのかって言われた時に、なんだろう、それやってどうなるんだろうとか、それってなんか結局何につながっていくんだろうみたいなこととか、なんか全く自分らしくない感じもしたし、なんかすごいいろんな限界を感じて、でその時にモニカ、今回写真撮ってくれたモニカで私の親友でもあるんですけど、モニカがLA にやってきて、ちょっとなんかロードトリップ行こうよみたいな、なんか自然なところに行きたいよねみたいな話になって、じゃあそこでいっぱい写真撮ろうよっていう話になり、何に使われるとか全くそういう計画もないまま、とにかく旅に出たんですね、ロードトリップに。でもうひたすらここの景色いいじゃん、ここめっちゃ素敵だねっていうところで車止めて、その瞬間その景色からインスピレーションを受けて、それをこう自分たちでこう頑張って表現して、モニカが写真を撮って、もう美しい大自然に圧倒されながら、なんか自分の降りてくるインスピレーションにもう圧倒されながら、それをこうなんだろう、表現しようみたいな感じ、形にしようみたいな感じでやってたので、今振り返るとなんか本当にすごい特別だったし、なんでしょうね、この旅を終えて、ある意味この時って私だから多分自信がすごいない状態なんですよね。心がだからすごい揺れ動いてた時期なので、だからなんでしょう、でもそれが全部映ってて、でもそれがいいなと思うんですよね。でやっぱりリアルじゃないですか、全く取り繕ってないんですよ。だから無理に笑おうとかもしてないし、もう本当にその場にいる
だからこれはなんかモデルの私ではないんですよね。なんかもう私なんですよね。いろんなね、スタイルモデルがあるよ。私も持ってるの仕事っていう感じではなくて、ありのままの旅の記録だったので。でかいんですよ。なんでしょうね、人にどう思われるとかどうでもよくて、やっぱり自分がどんな人生を生きたかっていうことが一番大事だし、明日死ぬってなった時にやっぱり悔いがない人生にしたい、自分にとって。自分のその裸体というか体にも自信がなかったんですね。なのでなんかやっぱ裸映ってるけど、なんだろう、イエイ裸みたいな感じじゃ全くなんか自信ありますみたいな感じじゃなかったから。でも今思うとなんか別にどんな体であれこれが私の体だし、なんだろう、それは他人がどうこういう問題とかではなくて、今だったらやっぱり自信を持ってこれが私でこれが私の体で、それを撮ってくれたモニカはやっぱり私の親友で良き理解者であって、やっぱりその彼女が撮ってくれたからこそやっぱりこんな自然体のこうありのままの姿でカメラの前に立てた。なんかやっぱりそのこと自体がすごく希望だし、やっぱりそういうことを続けていきたいなって。なんか夢の続きっていうタイトルはなんかこの旅を振り返った時にまるで夢みたいな本当に瞬間だったんですよ、全部が。けどでもこれを夢のままにしないで、こういう体験をどんどん続けていきたい。これがもっともっと夢みたいな瞬間をもっともっともっと続いていくように、なんかそういう願いを込めて夢の続きっていうタイトルにしたんです。